選べる種族が7種類なのは変わらないんだね。で、セプテンベルなんだから当然か。あ、エルフかわいい。これにしようかな。待ってシアン、エルフは上級者向けって書いてあるよ。あ、セクトなんてどうかな。ほら、説明文にも初心者向けって書いてある。絶対嫌。セクトってこれ、こんなのだよ。このグロいの。グロいってシアン。 GV ってば、私の姿を想像してセクトって言ったでしょ。私虫じゃないもん、妖精さんだもん。こういうところ同一人物なんだな。何か言った？言ってない言ってない。こうなったら絶対エルフにするもん。モルフはサイバーでエルフなんだから。シアン。はい、決めた。今決めた。もうキャラ作っちゃったから。ナイスよシアン。モルフォまで。まったく。さーて、やっぱりハタちゃんと会う前にもうちょっと慣れておいた方がいいよね。おい、あんた。どうかした？急に他の人に話しかけられて、この筋骨隆々な剣士キャラ、まさか初心者は目障りだ的なあれ？あんた、もしかして。すまねえシアンちゃん、回復するからちょっとの間だけ足止めやってくれないか？了解です。さあ来なさいモンスター。おお、いい感じだぜ。よっしゃ、今のうちに俺は回復アイテムを使ってっと。オーケー、ジーノ様完全復活だぜ。ここからは大物ステージだ。あ、私もレベルが上がったみたいです。そりゃあよかった。シアンちゃんを誘った友達もいきなりレベル差があって驚くかもしれないな。はい、でもまさかこの筋骨隆々な剣士がジーノさんだったなんて。ま、ロールプレイってやつ。現実とは違う自分になれるのもゲームの醍醐味だからな。そういうシアンちゃんのキャラだってこれモルフォちゃんがモチーフだろ？それはだって GV が。僕のせいなの？そうだよ、もう。おいおい、2人ともチャット越しに聞こえちゃってるぜ。夫婦漫才。夫婦だなんて、そんなもうジーノさんってば。そうだよジーノ、僕とシアンはそんなのじゃないから。シアンちゃんも大変だな。ま、今はシステム外のプライベートチャットだからいいけどよ、ゲーム内チャットでそういうプライベート筒抜けな会話はしない方がいいぜ。一応これスメラギのゲームだしな。はい、気をつけます。さーて、そろそろ2人だときつくなってきたが、ま、このダンジョン回復アイテムがザクザク手に入るからどうとでもなるのは救いだな。そうなんですか？私初めてだから分からなくて。いやー、それにしちゃなかなか筋がいいじゃねえか。そもそもこのダンジョン、今回のキャンペーンアイテムがないと入れない初心者の救済用ダンジョン。何？この表示、イベントボス？欲深を裁くって。おいおいおい、こんなところでボス戦かよ。あー、敵がいっぱい湧いてきた。紹介か。おいおい、初心者用のダンジョンじゃねえのかよ。すごい量。ザコ自体の強さは大したことねえが、どんどん湧いてくれ。受け巻きかこりゃ。いや待てよ、欲深を裁く。もしかしてこいつこのダンジョンに長くいると自動で出てくる稼ぎ防止用のストッパーってことなのか？諦めなシアンちゃん、こりゃタチの悪い嫌がらせだぜ。今のレベルじゃ到底歯が立たねえ。エルフじゃギリギリだ。スメラギのやつら初心者向けダンジョンだってえげつねえことしよう。シアン、やっぱり他の種族の方が良かったんじゃないかな。そんなことないよ。私はエルフだってバッチリ使いこなせるもん。でもほら、もう体力が限界みたいだよ。シアン、こんなところで終わらせない。シアンちゃん、モルフォが PC の中に。
ち取り完璧で全部の攻撃を回避。しかも倒した敵から確実にアイテムがドロップしてやがる。これなら体力のスキルポイントも実質無限。数値をする。いやオンラインのゲームだってのに。まさかモル君サイバーディーバの力でゲームデータを読み切っているのか。パターンが切り替わった。大技が来るぞ。ちょっと待ってシアン、それ反則だよね。この後、やりすぎた私は GV からネットゲーム禁止令を言い渡され、ハタちゃんに謝ったのでした。余談ですが、ベルストコミュニティの中で初心者向けダンジョンに一度だけ現れた伝説のルーキーエルフの噂が囁かれるようになるのですが、それはまた別のお話。